こんにちは。ロサンゼルスロコユタです。今回はロスから車で約4時間の大都市ラスベガスを拠点にいくつかの国立公園を巡るロードトリップの様子を何回かに分けてお送りしていきます。この動画ではラスベガス近郊の観光スポットと素敵なホテルのルームツアーをさせていただきますので、最後までごゆっくりご覧ください。ラスベガスの中心部までもう少しというところで右側に見えてくる広大な砂漠の中のカラフルな石の塔。こちらはスイス人芸術家ウーゴ・ロン・リノーンのセブン・マジック・マウンテンズという作品で2016年から展示されています。当初は2年間の公開予定でしたが、その人気から現在は今年度末まで延期となっています。高速の出口から離れていますので、出口を間違えないように注意してください。ラスベガスの繁華街から車で約30分ほど走ると見えてくるのはレッドロック州立公園。地殻変動が激しいこの地域ならではの壮大な断層や赤い岩などに加えて多くのハイキングコースがあります。車に乗ったまま公園全体を楽しめる1周20キロほどのシーニックループもおすすめです。アメリカにお住まいの方におすすめなのがこの年間パスアメリカザ・ビューティフル。年間費$80でほとんどの国立公園での車1台分の入園が可能になります。ラスベガスの中心地はストリップと呼ばれる約7キロほどの大通りで、その両脇に多くのカジノホテルがあります。買い物を楽しんだり、ホテルの内装を見て回ったり、無料のショーもあったりと、歩いているだけでもとても楽しめます。今回は4月中旬に訪れましたが、人の量も戻ってきつつあり、賑わっていたように思います。今回は私がラスベガスで一番好きなベラジオの噴水ショーを部屋から思う存分楽しもうということで、以前から泊まってみたかったホテルの部屋を予約しました。